はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやーもう日中はね、作業してたら結構汗ばむぐらい暖かくなってきたんですけど、依然として夜はまだちょっと暖房欲しいなって思うぐらい肌寒かったりして、こういう季節は体調崩しやすかったりするんで、皆さんお気をつけください。はい。ということで、前回なんですけど、このね、2階の寝室、無事壁全面石膏ボード張りを終えてですね、いやー、やっとここまで来たかと、結構なね、達成感があります。やっぱりね、壁ができたら、この後の内装もね、よりイメージしやすくなって、最近はね、もう毎晩のようにウイスキー片手にこうやって腕組みながらね、部屋をね、まじまじ見ながら、ああしてみようかな、こうしてみようかなとかね、いろんな構想を膨らますのがね、もう楽しい。でもその楽しみな内装にかかっていく前に、最後もう一つ大仕事が残ってまして、それがですね、天井ですよ。はい、こちら、天井ね。2階の寝室は、面積約15畳ぐらいあるんで、15畳分のね、天井張り言ったらなかなかに大変ですよ。で、普通のね、天井張りですらめっちゃ大変やのに、おまけにね、うちの場合は道中ね、梁があったりして、結構複雑なんですよね。これはかなり手こずると思うな。いや、もうこれは腕パンパンになりますよ。いやでも天井荒せんごとには内装もかかっていかないので、もうやるしかないです。やってやりますよ。ということでね、今回も頑張りたいと思います。やってくれ。よいしょ。はいよ。まずはね、さっきちょっと天井断熱からしていきましょう。ご覧のように断熱してるんですけど、でもここはね、寝室なんで、断熱なんてね、なんぼしとってもええと思うんで、この平天井の部分だけやっていこうかなと思います。こっちのね、勾配天井の方はもうすぐ裏に断熱材があるんで、断熱は大丈夫だと思います。この上、平天井だけやっていこう。よいしょ。おー。これ大好きなんですよ。見てて気持ちいい。ほんでこのグラスツールの断熱材はチクチクがすごいですから。あれがね、もうたまらなくかいいの。一応、専用かましやろ。保護して。で、ヤッケもね、来てます。完全防備でやっていこう。よいしょ。これで。よいしょ。深いな。もう一台低くしていいわ。ここでいいわ。これでちょうどいいわ。よし。よし。いやー、グラスウールえぐい。飛び散ってます。やめて。よし。そっか。よし。待って、さあ。要所要所はね、タッカーで止めておきたいと思います。よいしょ。待って。暑すぎるよ。
オッケー。よいしょ。よし、オッケー。行きましたね。熱っ。いや、マジで久しぶりにこんな汗かいたな。ヤッケがボクサーが減量の時に着るサウナスーツみたいにね、すごい熱がこもるんですよね。ダイエットしたい方、ヤッケ着てランニングすることをお勧めします。でも、ヤッケ着てたおかげで、全然チクチクとかは今回ないです。うん。はい、ということで、今からいよいよやっていきますよ。マジで嫌や。まあ、どうしよう。まず、そうね。平天井よりも、勾配天井の部分からやっていこうかな。まあ、ここもね、針が噛んでたりして結構複雑なんですよ。ちょっと時間かかると思うな。はい、まず手始め、こっから潰していきます。あ、そうか、ここはダウンライトくんのか。ダウンライトはこの間、ここらやから、一旦ここでボード積むか。165。よし。よっしゃ。よっしゃ。待て。ここでピス先つけとかなあかんな。この石膏ボード用のなんか鉄砲もありますよね。パスンって止めれるやつ。あれめっちゃいいよな。そんな絵もうちには当然ないんで。これね。よっしゃ。きつい。やばい。案の定めっちゃ大変や。オッケー。いいね。よっしょ。もうこっちは針がかかるから、もうちょこっとずつやっていきましょうか。よっしょ。よっしゃ。お世話になってます。今ちょっとだけお電話いいですか？うちの勾配天井とかダウンライトあるじゃないですか。あれって、ファイなんぼの穴開けとったらいいですか？ OK です。100ですね。了解です。ありがとうございます。はい。よいしょ。ここだな。ここだ。よっしゃ。10センチか。10センチだな。よし。あれちょっと待って。間違えた。こっちちゃうわ。こっちや。ちょっと危な。待って、勘弁して。こっちです。で、うちには当然ホールソーなんていうね、便利なものはないので、これ、ボード用のノコでね、ジョキジョキ切っていきます。
慎重に慎重に。いいよ。ちょっとでかいよ。落ち着け落ち着け。心の乱れが出てるよ。よし。どう？めっちゃ綺麗なんちゃう？やばいやん。人間ホールトや俺は。よっしゃ。オッケー。オッケー。これで線がこうあるわけやな。長っ。勾配部分でもこんな腕疲れんの。これ平天井できる？よし、次はここね。針ですよ、針。これむずいよ。オッケー。よっしゃ。これでどうだ？よいしょ。どうだ？よし。オッケー。よし。オッケー。よいしょ。よし。ほんで、この勾配天井で一番難関なのがこのコーナーのところね。これ結構むずいんちゃう？255。804で、かかやな。615。よっしゃ。よし。どうだろうか、これで。いけるはずやけどな。オッケー。結構角いい感じでいけてるっぽい。めっちゃいいんちゃう？ほら、いい感じじゃない？で、肝心なのが、これのツイートならこっち側。さあ、うまくいくか。オッケー。どうだずっと。ちょっと隙間できたな。くっそ。どうするこれ。やり直す？いやー、でもパテでどうにかできそうな隙間やな。このままいきます。もう石膏ボードもったいないんで。上と下はピシャって合ってるけど、真ん中が空いてるな。ちょっと歪んでたか。3ミリぐらいの隙間できた。でもまあパテでなんとかします、ここは。よっしゃ。よし。いいな。いけることが分かったから、こっからさらにダウンライトの穴も開けなあかん。これ難しいよ。オッケー。完璧やん。よし。オッケー。よっしゃ。
オッケー、ラスト。よっしゃー、来たー。あら。オッケー。ふう。勾配部分いけました。はい、まあ無事ね、勾配天井の部分は、石膏ボード貼れました。いやー、めちゃくちゃ大変やった。もうすでに腕パンパンやもん。問題はここからよ。上のね、平天井の部分。とりあえず今回はまあ半分までいけたらええかなと思います。平天井もね、勾配天井同様、ちょびっとやっていきましょう。いっぺんにはもう無理やわ。絶対に。まあでもね、ありがたいことに大工さんがね、結構狭いピッチでノジ板入れてくださってるんで、まあどこが継ぎ手になってもいいですね。まあ、それだけでもだいぶ張りやすいわ。はい。久しぶりに使うよ、これ。この突っ張り棒。これ天井作業するときはね、すごい重宝するんですよ。第3の手と僕は呼んでます。ちょっと待って。どうしてたっけ、前。一旦、これ、ある程度長さ合わしときましょう。これぐらい。これぐらいに合わせといて、ちょっと、ここらに置いといて、もうここ事前にビス、ここもつけといて、で、ビスを何本か口に加えて、やっていこう。よいしょ。はあ、オッケー。オッケー。はあ、きつい。すげえよ、マジで大工さんは。みんな簡単にやってのけてるけど、これめっちゃむずいよ。まあ2箇所止めてしまえばね、大体落ちてこないんで。やっぱこれぐらいの大きさで貼っていくのが確実ですね。なんかすごいわ、1枚貼れただけで達成感半端ないな。次がでもこれ、塚があるね、塚が。よし。よし。ああ、ちょっと当たる。入っていきます。ああ、こっちやな。ちょっとこっちが当たる。削らなあかん。よし。よっしゃ、来た。あ、じゃ
たね。あきゃ。よいしょ。どうだ。オッケー。一発でうまくいった。きついか。どうだ。オッケー。よいしょーら。来た。こっちらしい一列いったったわい。ほんま2本のね、塚があったんでめっちゃ大変やった。一回腕休憩させよう。庭の紫木蓮がいい感じで花開き始めましたね。やば、めっちゃ綺麗で、奥の椿もじゃん、やばくない？めっちゃ綺麗。はい、ここでちょっと作戦を発表したいと思います。まあ今とりあえずね、左端一列貼りましたと。で、今回はこの針まで貼ろうかなと思うんですよ、この間で。僕が思うに、一番の難関は要はこの針の際なんですよ。複雑な針のアーチに合わせてボードをカットして貼る必要があるんですけど、もうここからここまで一気に1枚で貼るのは難しいから、この針の際だけ次貼っていこうと思います。幅短めのやつを。で、最後この真ん中を埋めるっていうような感じ。要は3分割ですね。で貼ろうと思います。ってことで、この針の基盤のとこやっていきたいと思います。これね、めっちゃ厄介なことに、こことかは、カツンってこれボードがこう当たるんですよ。この針にね。やけれども、一部、こういうところに関しては、ボードがね、針の上を行き越すんですよね。どうしたもんかね、これ。参ったな。これがね、こう全部ね、こう行き越せたら楽やったんやけど、ほとんどの部分が当たるんやな。ここはまたプラダンでちょっと肩取っていきましょう。よし。もうこれ絶対隙間できるわ。しゃあないよね。もうパテで埋めるしかないわ。よいしょ。よし。オッケー。さあ、どうだどうだ。よいしょ。オッケー。よいしょ。オッケー。絶対一発でいかん気がする。よいしょ。オッケーオッケー。まあまあいいんちゃう？ここちょっと隙間あるけど、これぐらいは全然埋めれるし、どうとでもなるな。やったやった。よっしゃー。オッケー。ここぐらいか。ここぐらいだな。ここぐらい。これがこういって、こういって、ここぐらいからやな。ここぐらいから。ここぐらいからまた当たるから。ここぐらいから、こういう感じかな。オッケー。ほっ。よし。よっしゃ。さあ、めっちゃ変な形やけど、どうやろうか。正直これはちょっと一発でいってくれな。何回もやり直すんマジでだるいぞ。お願い、いって。入れ、入れ、入れ。
あれ、そう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 。いいぞいいぞ。いけ。ああ。いいぞいいぞ。でもいってるいってる。ああ、こっちがちょっと当たるか。ちょっと削ったらいける。きた。よーし、いいな。オッケー。でな、こっち側。綺麗にいってる。これちょっと反対側見てください。ほら。いやいや、めっちゃいい感じじゃない？ああ。これでも晴れたはいいけど、今度クロスどうするって感じよな。いけ。よし。オッケー。いいんじゃない？やっぱね、この針の上通過できるところは楽ですね。この針の置き場のところはいけました。残すところこの真ん中だけですね。マジでうちの天井張りが一番大変なんちゃう？うち以上に大変なとこあります？マジで。はあ、どうだ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 。よっしゃー、来た。でもあれやな、これ突っ張り棒全然使わんかったな。これ使わなあかんほどでかい範囲1枚貼れないんですよね。うん、だからもう今これ照明スタンドみたいになってんの。オッケー。完璧。オッケー。ここは電線の穴開けなあかんと。ことで686、155。よっしゃ。よいしょ。オッケー。よし、ラスト。オッケー。いったー。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。いや、もう最初からこの寝室の天井張りは大変になるなと思ってたんですけど、やっぱりね、特に張り回りめちゃくちゃ大変。動画上では結構スムーズにね、張っていけてるかのようにお見せしてるんですけど、実はね、動画変えて何回も微調整してるんですよ。だからね、時間はすごいかかりましたね。でも一枚一枚小さめのやつを貼っていったんで、そんなにね、肉体的疲労はなかったですね。肉体というよりかどちらかというと頭が疲れましたね。難解なパズルを解いていってるような感じ。でもどうですか？天井石膏ボードを貼ったことによって一気にこう梁がバシッと浮き立ったくないですか？やっぱり梁のある部屋っていいね。もう何しかこの梁の基盤のところめっちゃうまく貼れたくないですか？いやいや、いいよいいよ。で今回一枚一枚はね小さいピースで貼ったから一人でもね作業しやすかったんですけど、その分ですねボードの継ぎ目はめちゃくちゃ多くなったんで今度はパテ埋めが大変です。で来週はねこの針よりも向こう側残りのね半分側をね貼りたいと思います。進捗具合としてはねそんなに早くないんですけど着実と寝室出来上がっていってます。はい、とこんな感じでね今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。来週も天井張り頑張るよー。